した。星屑との狭間で未来の夢よっと抱いた君の手と共に舞い上がれアトムとイボンになって眩しすぎる奇跡起こそうよねえこのまま天使になろうドアの空リフォーム君とならとなっていますので、何らかの対策が必要と思われます。以上が今回の報告になります。なるほどね。とりあえず問題はなさそうだ。それじゃあミーティングを終わろう。さてと、和也の歓迎会はどこで何時からだっけ？食堂で1800からの予定です。え？あれ本当にやるんですか？当たり前さ。エンジェル隊初の男性メンバーなんだし、ちゃんとお祝いしないとね。こんなこと言ってますけど、タクトさんは単にお仕事から離れたいだけなんですわ。またまた、そんなに褒めちゃって。褒めてませんわ。各部署の主要クルーもお誘いしてあります。賑やかになりそうですね。うわーい、パーティーなのだ。パーティー？なんか大げさになってきたな。第一、そんなことをやってていいのかな？いいんですわ。これがルクシオール流なんですから。そういうもの？そういうもんですに。ランティさんも朝から準備をしてくれてますよ。ランティまで。そっか、そういうものか。郷にいれば郷に従えって言うしね。分かった。それじゃあ歓迎されるだけってのもなんだし、僕もみんなにデザートを振る舞うよ。本当ですか？この間約束したでしょ。任せてよ。何なのだ？和也お菓子が得意なのだ？クッキーを焼いてほしいのだ。クッキーかい？ごめん、クッキーはちょっと不得意なんだ。クッキーダメなのだ？つまんないのだ。ごめんね、なの。でもシュークリームとかなら得意だから。そういえば履歴書にそんなことが書いてあったね。道具でも材料でも必要なものは食堂のキッチンに揃ってるはずだ。何か足りないものがあったらリコに相談してみてよ。はい、何でも言ってください。絶対に用意しますから。ありがとう。よし、久しぶりだ。気合を入れて頑張るぞ。楽しみなのだ。早く食べたいのだ。よし、それじゃあみんなでパーティーの準備だ。各自ベストを尽くしてくれ。了解だ。キッチンはここか。さてと、腕がなまってなきゃいいけど。お、来たか。デザートを作るんだってな。やあ、ランティ。設備を貸してほしいってリコが頼みに来たぞ。え、そうなの？なんかものすごく手配が早いような。ここなら自由に使ってくれ。
お前のデザートなら久々に食ってみたいしな。サンキュー、助かるよ。ただしデザート類は全て任せるからな。実はこっちも余裕がないんだ。オッケー、分かった。じゃあ勝手にやってくれ。俺は自分の仕事をする。さすがはランティ、相変わらずの見事な手際だな。ほらほら、俺を見てる暇なんてあるのか。時間がないぞ。ああ、そうか。よし、始めよう。よっと。なあ和也。ん？何？何の因果か、俺たち同じエデンの船で働くことになっちまったな。ああ、そうだね。実は俺、ノイエとエデンの関係って今一つよくわからんのだ。お前理解してるか？僕も詳しくはないな。そうは言っても訓練強化にそんな内容だってあったんじゃないのか？まああったけどさ、僕の場合は特殊だったからな。実地訓練が中心だったんだ。でも俺よりは詳しそうだ。一つ説明してくれないか？じゃあ分かる範囲で簡単にね。この皿を僕たちの宇宙ノイエだと思ってくれ。セルダールもマジークもとにかく僕たちが宇宙の全てだと思ってたものが全部この皿の中にある。でも実際には宇宙は一つじゃなかった。エデンっていう別の宇宙が存在してたんだ。このエデンの他にもまだまだ僕たちの知らない宇宙がたくさんあるらしい。何？まだあるのか？僕が教わった通りならね。で、中心世界アブソリュートがある。そして全ての宇宙はゲートによってアブソリュートとつながっているってわけ。ゲートってのは本星セルダールのそばにあるあのでかいリングのことか？そうそう、あれがゲートだよ。ゲートは各宇宙に一つしかなくてアブソリュートにだけつながっているんだ。だから宇宙と宇宙を行き来するには必ずアブソリュートを経由する必要がある。ああ、なるほど。そういうことだったのか。思ったより簡単でしょ？そうだが、そのアブソリュートってのもよくわからないんだがな。アブソリュートか。僕も行ったことないからな。とにかく特別な空間でセントラルグローブっていう中枢があることしか教わってないな。なるほどな。まあ宇宙の構造みたいなものは理解できた。感謝する。さて、俺の方はこれを終わらせれば盛り付けだけだ。あまり時間がないぞ。そっちはどんな感じなんだ？もうこんな時間なの？やばい、急がなくちゃ。ほらほら、無駄話なんかしてるからだ。お前がそれを言うかな。どれ、しょうがない。手伝うか。サンキュー。じゃあオーブンからスポンジ出してよ。何番のオーブンだ？火がついてるのが5つもあるぞ。3番じゃなかった、5番だ。おい、焼きすぎじゃないのかこれは。やたら黒いぞ。全員揃ったかな？それじゃあ任務終了の打ち上げも兼ねて和也の歓迎パーティーを始めよう。とにかくみんなお疲れ様だ。和也、ルクシオールにようこそ。ようこそなのだ。ようこそですわ。白波さん、ようこそ演じる隊へ。いや、僕の方こそ。これからいろいろとお世話になります。皆さん改めてよろしくお願いします。以上、前振り終わり。あとは存分に楽しんでくれ。ごちそうはたっぷりあります。どんどんおかわりしてくださいね。いや、これは素晴らしい味だ。本星の三つ星レストランでもここまでの料理はなかなか。ほう、くくるじゃねえか。これもなかなか。
コックの野郎、腕を上げやがったな。このタルト絶妙な甘みやとろけてまうわ。お褒めに預かり強越至極と言いたいところだが、デザートを作ったのは和也なのさ。そうなの？すごい。いや久しぶりだったからちょっと不安なんだけど、皆さんの口に合えば幸いです。こいつはいけるぜ和也。甘すぎず俺の舌にも悪くね無理に食わんでもええわ。班長みたいな味音痴にはこないなデザートもったいないわ。なんだと？俺が何食うんが勝手だろうが。くそー、食いまくってやる。ああ、こらやめんかい。のうなるやんか。まあまあたくさんあるから。お、そういえばステリーネの姿が見えないな。あかんあかん。あいつはメカにしか興味ないねん。エンジンへばりついとるわ。もったいねえ。こんなにうめえのによ。確かに俺も和也の腕がここまでとは思わなかったよ。ほんと、こんなに美味しいなんて。おいしいのだ。ほっぺた落っこちそうなのだ。まあナノちゃんのケーキ美味しそうですわ。私も一口。そういやあのケーキブランデー入れたっけ？ごちそうさま。美味しかったわよ。それはどうも。あら、そんなに警戒しなくてもいいじゃない。せっかくのパーティーなんだし。もうテキーラ、腰に手を回さないで。またまた真っ赤になっちゃって。ちょっとみんな助けて。あ、リコがすごい顔でこっち見てる。怖い。どうしよう。ちょっとテキーラ話してよもう。あら、釣れないのね。それじゃあチキンでもいただこうかしら。またね、白波。まったく。なんかまだ見てる。リコどうした？ぼーっとしちゃって。いえ別に何でも。あんなに美味しくって言葉が出ないんです。本当ね、このデザートの美味しさはミルフィーユさんのに匹敵するかしら。そう、お姉ちゃんと同じくらい。そう、この味お姉ちゃんのにそっくり。そっか、私分かりました。どうして白波さんがあまり怖くないのか。お姉ちゃんにそっくりなんです。だから大丈夫なんです。僕がミルフィーさんに？そう言われてみれば。っていやー、やっぱり似てないよ。第一和也は男じゃないか。それはそうなんですけど、とにかく似てるんです。私が言うんですから間違いありません。桜庭が、そこまで、主張するってのも珍しいわね。食べながら喋ると喉に詰まらせますよ。和也はリコタンのお姉ちゃんなのだ。いや、そういう意味じゃないぞ。それって僕が女っぽいってことかな？いえ、そうじゃないんです。なんというか、そう、空気です。まとっている空気が似てるんです。空気？だから白波さんは平気なんですよ。嬉しいな。そうやってすぐに納得してしまうリコはミルフィーに似てると思うけど、和也とミルフィーじゃな。ところでこのケーキなんだけど、ミルフィーさんが作るのとそんなに似てるの？一応レシピは僕のオリジナルなんだけど。味が似てるかどうかはともかく、美味しさについてなら確かにいい勝負だよ。でもミルフィーにはちょっとかなわないけどね。そうですか？
私はかなりいい線まで行ってると思いますけど。分かってないな。レベルが一緒なら女の子が作った方が美味しいに決まってるじゃないか。それは同感です。調子いいですね。でもそっか、結局リコが僕をあまり怖がらないのはお姉さんに似てるからなんだ。僕だけ特別でちょっと嬉しいなって思ってたけど、要するにお姉さんの代わりってことなのかな。あ、白波さん、ほっぺにクリームがついちゃってますよ。えあ、ケーキを食べるときについたのかな。ちょっと動かないでくださいね。やっぱりお姉ちゃんの味。舐めちゃった。おお、桜庭がそんなことするなんてね。大胆ね。和也の顔についたクリームってそんなに美味しいのだ。なのも舐めたいのだ。ああ、なのやめて、顔を舐めないで。マイヤーズ司令、なぜ顔にクリーム塗ってるんですか？リコかナノなのが舐めてくれるんじゃないかなって。タクトさん、それ以上近寄らないでくださいね。やだな、ちょっとしたジョークだよ、ジョーク。奥さんにお伝えしておきますね。ココさん、申し訳ありません。5章ですからそれだけはご勘弁を。まあ少なくともリコにとって僕だけが特別ってことには変わりないんだし、それだけでもよしとしようかな。後でミルフィーさんのことを誰かに聞いてみよう。和也、食べてるのだ。もっといっぱい食べるのだ。分かった分かった。白波、こっちへ来て私のおもちゃになりなさい。酔ってるね、テキーラ。ダメですよ、さっきみたいなことは。おーい、こっちでクロワとコロネがまた始めてるぞ。なんだまだまだ食えるぞ。これでピラフ10杯目だ。なんよ、負けへんで、おかわりや。考えてても仕方ない。今は楽しむことにしよう。いやー、昨日は騒いだな。ルクシオールのみんなって本当にいい人ばかりだ。でもフォルテ教官の言ってた通り甘えないようにしなきゃな。白波入ります。やあ和也、パーティー楽しかったな。はい、おかげさまで。皆さん本当によくしてくれて感謝しています。そりゃ何よりだ。ココさんもどうもでした。いいえ、どういたしまして。デザートとても美味しかったわ。そうそう、また作ってくれよな。はい、喜んで。それでどうしたんだい？俺に何か用かい？ええ、ミルフィーさんのことについて教えていただこうかと。ミルフィー？別に構わないけど、なんでそんな。ははー、リコの言ってたことだな。ええ、まあだって気になるじゃありませんか。僕に似てるってどんな人なのかなって。俺はそんなに似てるとは思わないんだけど、まあそういうことなら少し教えてあげようかな。よろしくお願いします。フォルテから聞いてると思うけど、ミルフィはムーンエンジェル隊の隊員だったんだ。すいません、実は僕ムーンエンジェル隊と今のエンジェル隊の違いってよく知らないんです。ああ、そうなのか。ならそこから説明しないとね。ムーンってつくくらいだから月か何かが関係あるんですか？うん、俺の故郷の宇宙エデンには白き月っていうロストテクノロジーでできた人工の月があるんだ。
月がロストテクノロジーなんですか？そうだよ、まるまるロストテクノロジーの塊さ。まあこれに関してはまたそのうち話すとして、その白き月の近衛部隊だったのがムーンエンジェル隊ってわけなのさ。なるほど。それでムーンエンジェル隊は6人のメンバーで構成されていてね、勝ち気で負けず嫌いな格闘家ランファ・フランボワーズ、大財閥のお嬢様でテレパシストのミント・ブラマンシュ、姉御肌で重火器の専門家フォルテ・シュトーレン、控えめで慈愛に満ちたナノマシン使いバニラ・アッシュ、どこまでも真面目でまっすぐな狙撃の名手カラスマ・千歳、そしてあと一人ミルフィーユ桜庭、ミルフィーさ。とんでもない強運の持ち主でね、くじ引きで一等引き当てるなんて日常茶飯事だった。冗談ですよね？いいえ、冗談じゃないわ。例えばコインを10枚投げると全部同じ面で揃ってしまうの。何度やってもそうなるのよ。私も見せてもらったわ。すごいですね。にわかには信じがたい。でも事実なのさ。とにかくミルフィーはありえない確率を引き出してしまうんだ。そうか。それでフォルテ教官はミルフィーさんに選ばれたことに意味があるって言ってたんだ。あとミルフィーは料理が得意だった。デザートの腕もかなりのものだったんだよ。ねえ、そうみたいですね。エンジェル隊のみんなで時々ピクニックに行ったんだけど、よくお弁当を作ってくれたっけ。でもそんなことはミルフィーのディテールでしかないかな。ミルフィーといえば何よりもその笑顔さ。明るくて常に前向きで、どんなピンチの時も決して諦めない。俺はそんなミルフィーに何度も救われた気がするよ。そして俺は次第に彼女に惹かれていき、惹かれて結婚したってわけさ。はい、ごちそうさま。はい、ごちそうさまです。で、結婚？ちょっと待ってください。つまりミルフィーさんって司令の奥さんなんですか？そうだけど、あれ話してなかったっけ？全然さっぱり。今初めて聞きましたよ。そうか、ごめん。別に隠すつもりもなかったんだけどね。あれってことはリコってマイヤーズ司令の義理の妹？まあそういうことになるね。そうだったんだ。かなり驚いたな。それでそのミルフィーさんは今どうしているんですか？アブソリュートにいらっしゃるようなことを聞いたんですけど。ずっとアブソリュートにいるよ。何せゲートキーパーだからね。ゲートキーパー？何なんですかそれは？なんか面倒になってきたな。ココ、続きを頼むよ。すいません、勉強不足で。では私が説明しましょう。和也くんもこの宇宙ノイエとアブソリュートを結ぶゲートのことは知っているでしょ？はい、それくらいは。そのゲートの開閉を行える能力を持った人、それがゲートキーパーよ。普通の人には開け閉めできないんですか？ええ、特殊な資質がなければダメなの。だからゲートキーパーがいなければノイエとエデンの交流も断たれてしまうわ。それじゃあ随分と重要な人物なんですね。ええ、でも現在確認されているゲートキーパーはミルフィーユさんだけなの。そうだから彼女はアブソリュートから動けないんだ。そうだったんですか。きっとミルフィーユさんのことだから元気にやっているとは思うけど、早く別のゲートキーパーを探してあげないとな。そうですね。とまあミルフィーについてはこんなところかな。はい、ありがとうございます。でも聞けば聞くほど僕とは似てない気がします。デザートを作るのが得意なことぐらいですよね。そうだね。まあリコなりに思うところがあるんだろう。あまり気にするなよ。はい、強運とかゲートキーパーとか
すごい人だってことはよく分かったな。それでは失礼します。詳しく教えていただいてありがとうございました。ああ、またね。さて、ちょっと館内でも歩いてみようかな。ココ、これから帰還する旨をセルダールに連絡してくれ。わかりました。セルダール？セルダールへ戻るんですね。なんだ、まだいたのか。フォルテ教官とも会えるでしょうか？ああ、会えるだろう。でも戻ったら次の任務だな。あら、すみません、マイヤーズ司令。どうしたんだい？通信がつながりません。音声と連絡不能です。原因はわかるかい？今調べています。磁気嵐か何かですかね。どうだろうね。結果が出ました。どうやらこの中域に強力な妨害電波が出ているようです。ジャミングってことかい？はい、まず間違いありません。ジャミングって。ちょっと黙ってて。はい。ここ第二戦闘態勢。了解。第二戦闘態勢を発令します。センサーから目を離さないでね。はい。なんだ司令もココさんも急に。センサーに反応。数隻の艦影を確認。識別コードを出していません。呼びかけを。呼びかけに対して反応はありません。エンジェル隊を招集だ。了解。エンジェル隊を。不明化加速。接近してきます。まもなく距離9万。第一戦闘態勢。了解。第一戦闘態勢発令。これは訓練ではありません。繰り返します。第一戦闘態勢発令。これは訓練ではありません。さあ和也、ブリーフィングルームへ行こう。この前の海賊とはちょっと違いそうだよ。はい。みんな集まったな。それじゃあ状況の説明を始める。正体不明の船が本艦に接近中だ。数隻と規模も小さくないし行動も計画的だ。加えてこちらの呼びかけには一切答えてこない。まあ海賊なんかじゃないようだ。ルクシオールにとっては初めてのまともな戦術行動となる可能性が極めて高い。心してかかってくれ。また高速リンク式システムが敵の妨害波により使えないことが判明した。対策として和也、君が戦闘現場から直接全体指揮を行うんだ。僕がですか？そうだ。なに心配いらないって。前にも言ったけどフォルテの訓練をパスしてるんだろ。自信を持て。もちろん初めての指揮だ。操縦はもちろんのこと攻撃なども合体相手に担当させる。和也は指揮に専念してくれ。わかりました。なんとかやってみます。大丈夫ですわ。私たちが全力でサポートいたします。それとも女の子じゃ不安かしら？女の子とかそんなの関係ないよ。僕の方こそ迷惑をかけるかもしれない。弱気は禁物ですわ。プラス思考で参りましょう。そうだね。よし、では作戦を説明する。これがミッションエリアのスキャン結果だ。現在のルクシオールの位置はここ。不明艦隊の配置はこうなっている。エンジェル隊は本艦と不明艦隊の中間地帯に展開。相手の出方に応じて迎撃もしくは攻撃の任務に当たってもらう。以上だ。ではエンジェル隊のみんな出撃だ。了解だ。エンジェル隊の指揮か。
まくできるか不安だな。白波さん、リコ。今回はぜひ私と一緒に戦ってもらえませんか？リコと一緒に？はい。私、お姉ちゃんがエンジェル隊で活躍してるって聞くたびに、いつか一緒に平和のために戦いたいと思ってました。結局その夢は叶わなかったけど、だからせめてお姉ちゃんに似ている白波さんと戦いたいんです。お願いします。リコ。和也くん、指令の言った通り相手の妨害波で高速リンク式システムは使えないわ。だから今回は和也くんが戦闘の指揮をするのよ。先日のような1対1の戦いとは勝手が違うわ。指揮の方法を説明した方がいいかしら。わかったわ。それじゃあ和也くんの思うように戦ってみて。期待してるわ。今不明艦のスキャン結果が出たよ。ここ頼む。はい。不明艦は十分な攻撃力を持っています。また生命反応はありません。無人の自動操縦艦と思われます。なるほど、道理で応答がないわけだ。不明艦から高熱源反応、指向性があります。本艦への長距離射撃です。回避行動、シールド出力を上げろ。どうやらもう不明艦ではないようです。敵ってことね。敵なのだ、やっつけるのだ。無人艦なら遠慮は無用だ。エンジェル隊前期攻撃開始。全滅をもって作戦の終了とする。了解。おいおい和也、見る相手は他にいるだろ。命中なのだ。突然何なのよ。こいつ恨みでもあるわけ。攻撃成功なのだ。当たりね。やったー。急に襲ってくるなんてひどいのだ。挨拶くらいしてほしいのだ。命中。あら、そうきたの？避けられちゃったわ。当たりなのだ。全部無人艦だなんて。一体誰だ。突然ルクシオールを襲ってくるなんて。よし、何者なんでしょう。シオールが甘く見るな。和也くん、エンジェル隊の指揮お願いね。成功です。敵の動きが読めます。当たったのだ。かわせました。機体が軽いです。降りかかる火の粉を払わなきゃね。撃墜を確認。やったわね。回避に失敗。成功です。妄想機の動きが読めます。その時はナノなのに指示するのだ。今の聞いたな。損害を調べてくれ。敵の方は全部機体みたいなのだ。
あら、そうきたの？避けられちゃったわ。敵に当たったのね。私の活躍しっかり見ててくださいね。エネルギーが半分なのだ。大きいのうまく投げられた。成功なのだ。ハイパーブラスター。あ、いました。エキサクロスブレイク。目標を破壊。攻撃。次行きます。失敗したわ。出てちゃいますね。成功。当たったのだ。ターゲット破壊。調子いいです。敵を見つけたわ。回避できたのだ。命中なのだ。すごい、真ん中に当たりましたよ。見てました？うまく逃げられたわ。出しましたけど、なんとか平気です。外れちゃったみたいね。よーしなのだ。わは大当たりです。エネルギーあと半分よ。成功です。ごめん、敵の動きが外れたわ。攻撃失敗したわ。逃がしませんよ。ニードルフレシット。撃墜したわ。3番機エネルギーもらいに変えるのだ。敵の船をやっつけたのだ。周辺宙域に敵艦の反応はありません。初めての式で緊張したけど、なんとかなってよかった。みんなご苦労様。帰還してくれ。おかえり。よくやったね和也。それにみんなも。無事に勝てたのは白波さんが頑張ったおかげですね。いやいや、直接戦ったみんなのおかげだよ。そんなことないのだ。和也の式で戦いやすかったのだ。そうかな。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。さてと、私は引っ込もうかしらね。あら、終わったんですのね。皆さんご無事で何よりですわ。タクトさん、その後セルダールとの連絡は取れたんですか？それがダメなんだ。呼びかけは続けているけど、依然連絡がつかない。敵艦隊は撃退したんですから、通信の妨害もなくなるはずじゃ。もしかしてまだ敵さんが潜んでいるとか？その可能性はかなり低いと思います。敵の反応は完全に消失していますし、妨害波も今はありません。ならどうして？とにかく現状でははっきりしたことはわからない。ただ可能性としては、本星セルダールの方でも何か異変があったと考えるのが自然かな。セルダールで？マイヤーズ司令、アブソリュートより非常回線で通信です。非常回線で繋いでくれ。映像があるならスクリーンへ。了解。タクトさん、ミルフィー、聞こえてるよミルフィー。よかった、まだつながった。一体どうしたんだい？どうしたもこうしたももう大変なんです。セントラルグローブが襲撃されてます。なんだって？エデン軍の防衛状況は？よくわかりません。だから連絡したんです。お姉ちゃん大丈夫なの？お姉ちゃん！リコ、割り込むな。リコ、それで相手は何者かわかるかい？わかんないんです。とにかく突然で。ただフォルテさんが。ミルフィー！お姉ちゃん！どうしたミルフィー！ミルフィー！おい、ここ。ダメです。完全に切れました。こちらから呼び続けるんだ。はい。どういうことなのだ？さあ、でも最後にフォルテさんって言ってましたわ。お姉ちゃんが落ち着いてリコ。ミルフィーさんはきっと大丈夫だよ。
ああ、和也の言う通りさ。セントラルグローブの防衛についてるエデン軍はかなりの規模だ。そうそう破られるわけがない。ミルフィーのいるマスターコアにも精鋭とされる一個師団がガードについてる。第一、アブソリュートが異常となればエデンが対策を取るはずだ。そうですよね。ほら大丈夫だよリコ。それにしましてもフォルテさんって言葉が気になりますわ。フォルテ教官はセルダールにいるはず。やっぱりセルダールでも何かあったんじゃ。そうだな。そう考えて行動するべきだろう。アブソリュートへのゲートもセルダールのすぐそばだ。よし、ここ進路をセルダールへ。最大戦速、準備が整い次第クロノドライブだ。了解しました。ひとまずエンジェル隊はこれで解散だ。リコ、さっきはすまなかったね。いいえ、私こそ割り込んでしまってすいません。何度も言うけどセントラルグローブは簡単にどうにかなるものじゃない。状況がはっきりするまではあまり気にしない方がいい。はい、わかりました。では各自有事に備えて十分に休息を取るように。これは命令だよ。はい。和也、ごめん、ちょっと残ってくれ。はい。ここ全ブロックに通達。現在セルダール、アブソリュートの双方とも連絡不能。不測の事態に備え第三戦闘態勢を24時間シフトで維持する。以上だ。了解、通達します。マイヤーズ司令、僕正直何が何だか。まあ初めてじゃ無理もないかな。そのうち慣れてくるさ。さてちょっとオフィスまでいいかな。はい。ちょっと待って。どこだっけな。お、あったあった。これを渡しておくよ。何ですかこのふわふわしたの。テレパスファーっていうエデンのブラマンシュ星に住む寄生生物さ。これ生き物なんですか？寄生生物？うわー大丈夫だよ。和也に寄生したりしないから、それはほとんど動かないんだ。脅かさないでくださいよもう。でどうしてこれを僕に？説明するよりさっさと使ってもらった方が話が早いかな。使う？これをどう使うんですか？まさか食べる？おいおい、貴重な株分けなんだ。食べたりしないでくれよ。それじゃあテレパスファーを軽く握ってみて。こうですか？うん。次に目を閉じて。はい、閉じました。ではエンジェル隊のみんなのことを考えるんだ。みんなのことをですか？なんでまた？いいからやってごらん。はい。これはどうだい？面白いだろう。はい、みんながどこにいるのか感じることができます。テレパスファーはね、触れた人間に弱いながらもテレパシー能力を与えるんだ。それを持っていればいつでもメンバーの居場所がわかるってわけさ。すごい。さて今度はみんなのことをもっと強く思ってみてよ。念じる感じで。わかりました、やってみます。みんなが僕のことを思い出したみたいです。そう、強く念じることで自分自身のことを連想させることができるんだ。その時の反応でみんなが和也のことをどう思ってるのか大体わかると思う。さてそろそろテレパスファーを話してよ。はい。驚きました。こんな生き物がいるなんて。和也、今後エンジェル隊の心のケアも君の重要な任務になる。何せ彼女たちのテンションは紋章機の性能にダイレクトに影響するからね。そのテレパスファーを十分に活用して
エンジェル隊の心のケアに努めてくれ。なるほど、それでこれを。わかりました。みんなの心の支えになるように頑張ります。うん、期待しているよ。それじゃあ早速だけどリコの様子を見てきてくれ。ミルフィーのことでかなりのショックを受けているみたいだ。もちろん他のみんなのことも頼むよ。今回の件で少なからず動揺しているだろうからね。わかりました。早速見回ってみます。では失礼します。とにかくリコのところに行ってみよう。リコ、大丈夫かな。とにかく声をかけてみよう。はい。どなたですか？あ、僕だよ。和也だけど。はい。気分はどう？よかったら少し話さない？ごめんなさい。今はちょっと気分もあまり良くないので。そっか。うん、わかった。お大事にね。すみません。それじゃ。相当落ち込んでるみたいだ。仕方がない。今はそっとしておこう。他のみんなはどうしてるかな。ちょっと見回ってみよう。すごい！指令からもらったテレパスファーの力でみんなのいる場所がわかる。いらっしゃいませ。あら、和也さん、紅茶でもいかがですか？いい葉が入ったんですよ。そうだな。じゃあ一杯だけ。はい、少々お待ちください。よし、ちょっと。どうぞ、お待たせしました。ありがとう。はあ、いい香りだ。どれどれ。美味しい。和也さん？何？さっきの戦闘ってやっぱり敵襲だったんですか？あ、ごめん。それは僕の口からはちょっと。そうですよね。ごめんなさい、こんなこと聞いて。実際に戦った和也さんなら詳しいだろうと思ってつい聞いちゃいました。ごめんね。余計心配になっちゃったかな。心配？何を心配するんですか？あれ、違うの？不安そうに見えたから。私、こう見えても軍人ですよ。それにいざという時はこの機関銃で。へえ、さすがだな。ってどこからそんな物騒なものを？はあ、メイド服と機関銃、なんと素敵な組み合わせでしょう。今から腕が鳴ります。できれば腕が鳴るような状況になってほしくないんだけどな。それじゃあごちそうさま。はい、ありがとうございました。お会計は？さ、銃を持ちながらお金を受け取るのっていかがなものかと。あら、ごめんなさい。どうもごちそうさま。ありがとうございました。なんだ？すごい混んでるぞ。押さないでください。押さないでください。まだ品物はあります。順番にお願いします。おーい、こっち。はよ、勘定してんか。はい、ただいま。コロネさん、どうしたんですこれ？
すやんか。どうしたもこうしたもあるかいな。第三戦闘態勢の24時間シフトっちゅうことで各班から買い出しが殺到してんねや。戦闘になったら現場から離れられんよってな。うちも整備班代表として駆り出されたんや。あのクソじじいめ。あ、なるほど。お会計締めて8400ギャラになります。はい。それにしてもすごい量ですね。整備班全員の分やからな。こなくそ。あかん、もてん。手伝いましょうか。ほんまに？いやー、助かるわ。おおきに。ほな、これとな。こっちも頼むわ。うわー、重い。ほんじゃ、格納庫まで頼むで。わかりました。よっしゃ、ここでええで。サンキューな。重たかった。膝がガクガクするよ。いやー、やっぱ男の子やね。助かったわ。じゃあ僕はこれで。ほなね。どこなのだ？ナノなの？何してるんだい？カズヤなのだ。ナノはナノマシンの在庫を調べに来たのだ。いつもはリコタンに聞くとすぐにわかるのだ。でもリコタンずっとお部屋に入ったままなのだ。だから自分で調べることにしたのだ。そっか。ところでなんでナノマシンの在庫なんか減るもんなの？普通は減らないけど怪我を治すと減っていくのだ。だからたまに補充しないとナノがどんどん少なくなってピンチになるのだ。ちょっと待って。ということはこの前の肘の怪我の時もナノが身を削ったってこと？そうなのだ。そうだったんだ。ということはこの肘の中にはナノマシンが埋め込まれてるってこと？まあそんなところなのだ。そうなんだ。とにかく無理はしないでね。大丈夫なのだ。補充すればナノは元通りなのだ。心配はいらないのだ。それよりも補充用のナノマシンがどこにあるのかちっともわからないのだ。ああ、そうか。僕も一緒に探そうか？いいのだ。今はまだモルデン先生のところにも在庫があるのだ。そのうちリコタンに聞いておけば問題ないのだ。じゃあナノはもう行くのだ。カズヤ、またなのだ。うん、またね。おお、カズヤじゃねえか。どうした？いや、なんだかみんな忙しそうですね。おいおい、第三戦闘態勢だろ。当たり前じゃねえか。紋章機ならいつでも出せるぜ。どっからでもかかってこいってんだ。ちょっと。ほら、今戻ったでー。なんで遅えじゃねえか。まったくちんたらしやがって。年寄りのくせにせっかちやな、ほんま。あ、カズヤ、さっきはおおきにな。おかげで助かったわ。すごい量の食べ物ですね。おうよ、まだまだ作業は続くからな。これで腹が減ってもバッチリよ。おいコロネ、あれは忘れてねえだろうな。ああ、はいはい、ちゃんとあるがな。ほれ、パリント。おお、これよこれ。こいつがねえとな。
ほらみんなもさっさと自分のもん取りに来てや。班長に食われてまうで。ほな班長締めて8400ギャラや。はよ払うてや。何 ?8400 ギャラだと？なんでそんなに高いんで？なんでって全部でそんだけなんやから仕方ないわな。おいおい、なんで俺が全部払わなきゃならねえんで？うわセコ、普段あんだけでかいこと言うとるくせにケチやな。ケチだと？ちょっとで払ってやろうじゃねえかこんやろ。あ、1万ギャラ札。もち次なんて野暮なことは言わへんよな。とっとけこの野郎。毎度班長単純やろ。和也もやってみ。班長稼げるで。ちょっとひどいような。何が稼げるって？なんでもないで。ほなうちは仕事に戻るさかい。和也またな。どうも。おう和也、おめえもしけた面してねえで気合い入れろよ。そんなんじゃ敵にやられちまうぞ。はい、そうですね。気を引き締めます。そうそう、その意気だ。ではこれで失礼します。整備頑張ってください。おうよ。みんな自分にできることを頑張ってる。僕も早く自分の役目を見つけなきゃな。さて少し時間も経ったしブリッジに行ってみようかな。通信が回復してるかもしれないし。ダメです。どうしてもつながりません。アブソリュートは？はい、残念ながら。そうか。まだ通信は回復しないんですね。ああ、和也か。ココも頑張ってくれてるんだけど今のところはね。せめてミルフィーとの通信だけでも確保できるといいんだけど。奥さん心配ですよね。あ、すいません、生意気言っちゃって。いや、ありがとう。でも問題はそれだけじゃない。このままじゃリコもかわいそうですからね。いや、そういうことじゃないんだ。事態は結構深刻なのさ。どういうことですか？エデンに戻るにはアブソリュートを通らなきゃいけない。だからアブソリュートに何かあると下手するとエデンに戻れなくなってしまう。故郷への道に霞がかかっているような感じで不安ですよね。司令ココさん、僕らはいえノイエの人たちはロストテクノロジーをもたらしてくれたエデンの人たちに心から感謝しています。だからエデンの人たちがマイヤーズ司令たちが困っているのならノイエはできる限りの協力をしてくれると思います。もちろん僕も。ありがとう。とても心強いよ。頼りにしてるからね。はい。さあ、こんなところで油を売ってていいのかい？和也には和也の仕事があるだろ。リコの様子はどうだったんだい？やっぱり落ち込んでました。それもかなり。そうか。なら後でもう一度様子を見てきてくれないか。今リコが一番心を許しているのはおそらく和也だ。なんとか励ましてあげてよ。はい、わかりました。失礼します。素直でいい新人だな。そうですね。これなら任せてもいいのかな。リコ大丈夫かな。どうやら閉じこもりっぱなしみたいだ。まあ無理もないか。大好きなお姉さんがあんなことになったんじゃなんとか元気を出させたいけど部屋から出てこないんじゃな。
よかった。ずっと出てこないから心配してたんだ。大丈夫？やっぱりお姉ちゃんのことが今どうなってるのかと思うととっても心配で。そうだよね。はい。すごく弱々しい、しっかりした子なのに。とにかく少し話そうよね。こんなリコを見てられない。なんとか元気づけなきゃ。隣に座ってもいい？ごめん、座っちゃうよ。はい。こんな時に何て言ったらいいか言葉が見つからないんだけど、とにかく元気出してよ。いつもしっかりしてるリコらしくないよ。なんかもっと気の利いたことが言えればいいのに。そうだ、ミルフィーさんは必ず僕が助け出すよね。ってこれじゃミルフィーさんが捕まってるってことじゃないか、バカ。そうだ、マイヤーズ司令からミルフィーさんの話を聞いたんだっけ。あのさ、ミルフィーさんってすごい強運の持ち主なんでしょ？はい。常識を超えてることは確かです。だったらやっぱり大丈夫だよ。そんな強運を持ってるなら危険な目に遭うはずないさ。今連絡が取れないのは通信機の調子がおかしいとかでさ、きっと今頃はケーキでも作ってるんじゃないかな。ケーキ。ごめん、また余計なこと言っちゃった？違います。ちょっと小さい時のことを思い出しちゃって。どんなこと？お勉強を始めるとお姉ちゃんはいつもフルーツケーキを焼いてくれるんです。すごくいい匂いがしてきて、疲れた頃に美味しい紅茶と一緒に焼きたてを持ってきてくれた。とっても美味しくて、とっても幸せな気持ちになれました。あの香りは忘れられません。そっか、優しいお姉さんなんだね。はい、とっても優しかった。優しくてあったかくて、お姉ちゃんのそばにいるだけで私まで優しい気持ちになりました。私の自慢のお姉ちゃんです。宇宙で一番の最高のお姉ちゃん。お姉ちゃん。リコ？寝ちゃったのか。疲れてたんだな。お姉ちゃん。涙が。心配なんだろうな。でも僕の肩で眠っちゃうってことは気を許してくれてるってことなのかな。いや、ミルフィーさんに似てるからか。ひょっとして目が覚めるまで動けない？ま、いっか。髪の毛がいい香りだ。あら和也とリコタンなのだ。シーあらあら、よく眠っていらっしゃるわ。そうなんです。起こさないようにね。わかりましたわ。でも和也さんも隅に置けませんわ。肩を貸してあげるなんて。そんなんじゃありませんよ。あら、じゃあどんなのかしら。それはなのも寝るのだ。膝枕なのだ。ほら、なの静かにしてったら。ほら起きちゃうよ。お姉ちゃん。うわあ、まあ
昼間から大胆ですね。おはようなのだ。私いつの間に。いってってってて。あらまあ。和也大丈夫なのだ。怪我があれば治すのだ。いや大丈夫、倒れただけ。ごめんなさい、白波さん。うん、大丈夫大丈夫、なんともないよ。それよりごめんね、起こしちゃって。熱い抱擁だったですね。にひひにひひやだ、もう恥ずかしいです。その様子なら少しは元気が出たみたいだね。はい、おかげさまでお姉ちゃんの夢を見てました。お姉ちゃんと一緒に寝てる夢、私決めました。え？白波さんの言う通り、お姉ちゃんの強運を信じてみます。うん、それがいいよ。もしお姉ちゃんの強運でもどうにもならない事態なら、その時は私が何とかしてみせます。リコタン、違うのだ。そうそう、違うよリコ。みんなで何とかするんだ。そうですわ。みんなで力を合わせればどんなことでも何とかなりますわ。はい。リコタン、泣いてるのだ。悲しいのだ。泣いちゃダメなのだ。大丈夫よ、タノちゃん。これは悲しくて泣いてるんじゃないの。皆さんありがとうございます。なんか吹っ切れました。こんなに気遣ってくれる人たちがいるのに、いつまでも塞ぎ込んでたらお姉ちゃんに怒られちゃいます。だからもう落ち込んだりしません。うん、よかった。いつものリコに戻ったね。はい。よし、リコも元気になったことだし、これからピクニックに行こう。はい。ってピクニックですか？あら、いいですわね。わーい、ピクニックなのだ。そう、ピクニックさ。おやつにフルーツケーキをいっぱい焼いてあげるよ。はい、私は展望公園のホログラムを調整しておきます。これからだと3時間くらい大丈夫です。うん、わかった。じゃあ今からみんなで準備だ。マイヤーズ司令や他のみんなも誘おう。了解なのだ。わかりましたわ。うん、とにかくリコが元気になってよかった。でも今からフルーツケーキか間に合うかな。